おはようございます。ルーブル美術館に行きます。パリ3日目なんですけど、パリはアプリで事前に電車の切符を買うのが主流で、最初手こずったんですけど、今もう普通に買えるようになりましたね。着いた。ルーブル美術館の駅に着きました。なんかルーブル美術館に電車で来たんですけど、電車で来るとすでにもう大行列みたいな感じで、ピラミッドの下に続いてるんですけど、改札出て割とすぐぐらいから行列だったんですけど、そこ並ばずに一旦なんか外に出て、事前に YouTube で見たガイドさんがルーブル美術館のモナリザの行き方みたいな動画上げてて、ライオンの入り口が空いてるっていう情報を見て、ちょっと半信半疑で来てみたらめっちゃ空いてましたね。で、翻訳機でここから入れますかみたいな風に念のため聞いたら OK みたいな感じだったんで、なんか多分さっきのところに並んじゃうと本当に入るだけで1時間以上かかりそうなのに、今日は 2,3 分で入れそうな雰囲気ありますね。これも動画で見たんですけど、サインを求められたら書いちゃダメみたいな、ボードに紙貼り付けて、どこから来たのって言われて、ジャパンって言ったらサインしてみたいに言われて、でノーって言ったらサインだけだよみたいな感じで結構強く言われて、でちょっと困ってたら散歩してる人にジェスチャーでダメダメみたいなやってもらったら、その女の人どっかに消えましたね。でここでその行き方はその人の動画すぐ検索すると出てくると思うんで、それを見た方が分かりやすいんですけど、ここ全然誰も並んでないですね。行きます。本物のモナリザです。なんか鳥肌とこの手の表現が最高傑作らしいです。あとなんかどこから立っても目が合うように見えるとか、背景の高さが右と左で違うとか、口を見るとそんなに微笑んでないけど目を離すと笑ってるように見える。事前のリサーチだとこのモナリザのところはすごい人で1時間待ちみたいな感じで情報を聞いてたんですけど、全然そんなことなくて、混雑はしてるんですけど、なんか神社のお賽銭スタイル、ちょっと待つとじわじわ前に行けて、最前列まで多分2分ぐらいで行きましたね。なんか確かにこんなに横、さっき目の前にいた時はもちろん目あったんだけど、すごい横にいてもこっちを見てる感じがする。もう一回モナリザの敷地の中に入って、できるだけ端っこから見ようかなって思います。この人たちも多分そういう2周目3周目なのかな。見てるわかる？こっちを見てますね。見てるよね。なんかゾワッとしましたね。いいゾワってなんかディズニーとかでなるような、すごいホーンテッドマンションの序盤にこっち見てる男の人たちの銅像の人たちいると思うんだけど、あれとはまた違って完全にこっちを見てる。反対側に回ってみたんですけど、当たり前だけどやっぱり見てますね。さっき言ったのがあっちの端っこで、あっちにいたら目あって、やっぱりこっち、今度こっちの一番左側にいるんですけど、やっぱり目あって、噂通りどこにいても目合います。なんか美術館もともと結構好きで、何回か日本で行ってたんですけど、ルーブル美術館ってシャレにならないぐらい広くて、なんかもう何日も見ても見切れないぐらい何万点の作品があるので、日本の美術館みたいに順番通り見ていけば2時間ぐらいで見終わるみたいなレベルじゃなくて、ここにせっかく来たなら見とけみたいな絵とか作品をいくつか調べたので、それを先に見てから適当にペラペラ満足するまで見ようかなって思います。で、中にカフェとかあるらしくて、チョップとかそれも結構楽しみですね。で、モナリザが美しすぎて3周ぐらいして30分ぐらいちょっと離れたところで眺めたりとかして30分ぐらい見てました。で、あっという間なので時間気にしながらちょこちょこ見ます。なんかどんな額縁に絵が飾られてるかとかも意識して見てみようって思ってきたんですけど、なんか金とか多くて真似できなそうな額縁が多いですね。感動したものを撮ってきます。この金属の感じの絵だとは思えない。この涙が写真みたいで鳥肌立ちました。動画でわかるかな。なんかこの絵もモナリザと同じで、今結構右から見てるんですけど目合うじゃないですか。で、正面でも目あって、
こでもあって、この人も目合いますね。どうやって描いてるんだろう。なんか絵の教室とか入りたくなってきましたね。あとちなみにこの右の絵の左側の人もずっと見てるんですよね。こっちのこと面白い。これもルーブル美術館に来たら見るべき作品の一つのニケっていう石像です。これってルーブル来るってなってから知ったんですけど、ナイキの社名の元になった作品で、ナイキのチェックみたいなマークもこれが元になってるらしい。でこれの作品の見方とかをジェミナイに聞いたら、風を感じれるのがすごいみたいな言ってて、どんな感じなんだろうって思ってたんですけど、実際見たら本当に風を感じられますね。右足の服のとことか、人がこれぐらいで実際に来ると結構迫力があって、服の風になびく感じを石で表現してるのがすごいみたいな、そこをぜひ見てくださいみたいなジェミナイ言ってました。 AI だから鵜呑みにしちゃダメっていうのは大前提であるんですけど、なんか結構それっぽいこと言ってくれて面白いです。あとなんか見方にもう一個あった。もともとこの作品が発見された時にすでに腕と顔が欠損してて、それが一体どんな感じだったんだろうって想像しながら見るのも醍醐味だみたいなことを言われました。だから今からそれをやってみます。全部一文字一文字彫られててすごい。ここの絵がすごい良くて、動画で撮るとちょっと黄色っぽくなっちゃうんですけど、インフルエンサーの女子が来たら雄たけび上げて気絶しそうなぐらいめっちゃ綺麗。なんかこれがめっちゃ気に入っちゃって、これ昔の作品、すごい昔の作品だと思うんですけど、ちびまる子とかに出てきそうな顔で可愛い。性格的にはハマジっぽい感じで、昔の人もやっぱこういう人いたんですね。一緒に近くにいたら楽しそうな人。すごい繊細な作品で素敵。ヘラクレスの音楽が頭の中で流れますね。次に見たいのがこれです。無事来れました。後ろから見ることってあんまりないから、後ろも見てみようかなって思います。これも腕がないので、腕どんな感じだったんだろうとかって想像しながら見るといい。でも全然想像できないですね。なんかリンゴを持ってた説とかいろんな説があるって。腕は伸ばしてそうな感じがします。今彫刻コーナー、ミケランジェロの近くの彫刻コーナーにいて、今からエジプト系の作品の方に移動しようかなって思ってるんだけど、世界で最も美しいと言われる彫刻の一つの絶対見た方がいいよみたいな彫刻があって、それを探します。でもなんかこれは知らない彫刻なんだけどめっちゃ綺麗だから、ちょっと浸ってから行きます。まだ見つけられてなくて、今隣の部屋に来てみました。なんか彫刻は来る前は絵の方が見たいなって思って、そんなに得意なジャンルじゃなかったんですけど、実際見ると魅了されますね。指の動きとか綺麗だし、本当にすごい。石を削って作るってどういうことって感じで、本当にすごい。この彫刻が見たくてすごい迷いました。ででもエリア近いんで時間にしたらそうでもないんですけど、店員さんに2回聞いてやっと見れました。プシュケを抱くクピトっていう作品で、世界で最も美しい彫刻の一つ。めっちゃ滑らかで柔らかそうな質感が魅力の作品で、後ろから見るとこんな感じです。色味がめっちゃ可愛いです。なんか今彫刻ハマっちゃってめっちゃ見てますね。9時50分ぐらいに入って今13時49分なので、4時間ぐらい気づいたら見てて、一瞬で4時間経ちました。でまだ一つのなんか建物4つぐらいあるらしくて、今まだそのモナリザの間しか見てないんですよね。足が疲れたのでカフェに来て、でちょっとなんか席は少なめなんですけど、近くを歩いてる時に3人組の人がパッて立ってこの席が取れて、今からちょっと休もうかなって思います。今ここのお店で買ったのがピーチアイスティーで 4.4 ユーロで880円ぐらいで、これがシナモンパン。見た目で買ってるので正確な味は分かりません。チョコクロワッサン買って、上の2つがパンなんで 3.80 と3ユーロで、一番下の 4.40 がピーチティーで、パンも600円から700円ぐらいで買えました。で合計が2000円ぐらい。入り口としてはこの辺がすごい有名ですよね。ピラミッドの下にいるんですけど、めっちゃ
なんか吹き抜けになってて気持ちいいです。今からこのリシュリューっていう方に来ました。こっちの方が混雑しなくって穴場ですっていう情報を見たけど全然混雑してる確かに人いないですね。結構大きいのばっかりで形が統一性があっていい感じ。絵の中に絵がいっぱいある。動画でもわかるね。この絵すごい凹凸があるように見える。一枚の絵なんだけど凹凸があるように見える。なんかちょいちょいこうやってなんか貸し切り現象になりますね。ここから外がめっちゃ見えて、ピラミッドみたいな山になってるのがさっき下にいましたね。でルーブル美術館、この今いる建物もそうなんだけど右も左も美術館でめっちゃ広い。で今リシュリュー見終わって最後シュリー見ます。シュリーウィング、なんかここにミイラとかそっち系があるみたいで今までと全然雰囲気違っていいですね。シュリーの見どころっぽいスフィンクス、なんかできればミイラみたいのとハムラビ法典見たいなって思いますね。ミイラ男性な気がするんだけど小柄ですね。女性なのかな。日本で見たミイラ店のミイラは結構なんか白っぽかった気がして、顔とかも黒っぽくなって顔が出てたんですけど、このミイラは顔はなんか布で見えなくなってますね。無事ミイラ見れて、なんか可愛いのある、アバターみたいな。事前に調べてみたかったやつは全部見れました。で今時間は5時です。5時で10時からいるから9時50分からいるから7時間歩き、まあカフェで休んだけど7時間歩いてましたね。一瞬じゃなかった。あっという間でした。また来たいです。なんか全部見切れてなくて今日有名どころを中心に見たんですけど、普通に適当にプラプラ歩いたりとかして過ごしてみたい。帰るのも一苦労で、ここから来たよね。帰ります。バイバイ。駅降りてすぐのところにこのなんかオープンカフェみたいなピザ屋さんあって、ピザがこんなにたくさん種類があって、イートインだとこの価格なんですけどテイクアウトだと10ユーロぐらいになるってことで、この一番高いサーモン18ユーロっていうのを頼んで10ユーロで持って帰れるみたいでめっちゃお得ですね。ホテルで食べます。ピザのクオリティを見てみましょう。じゃーん、これが本当は18ユーロのサーモンピザでオリーブとチーズとサーモンが入ってますね。ホテルに帰ってきました。買ったものがバナナとフランスパン、ポテトチップスとカップヌードル、エビ。この2つは昨日買って美味しかったからもう一回今日買ってきてて、牛乳、コーラ、水を買ってきました。これだけ買ってだいたい 21.45 ユーロで済みました。でバナナがこの量り売り、1キロいくらみたいな感じで売ってて、自分で近くの量りでこのシールをビビーって出して貼り付けてレジに行くっていう日本と違う体験で面白かったです。こんな感じでした。おやすみなさい。